皆様ごきげんよう。クールビューティーおじさんです。さて、ついに Amazon Music がアクション出しましたね。8月20日付の通知が来ております。リリース後6ヶ月経過し、ストリーミング再生回数がゼロとなった作品を削除する。これは、リリースから6ヶ月経って再生回数ゼロの作品は削除します、ということで良いと思います。数値基準ですけど、実際は AI 生成曲の反乱でゴミ置き場化してる現状を一掃したいって狙いに近いでしょう。だって、普通に人間が真面目に作って配信した楽曲なら、6ヶ月もゼロってことはまずありえないわけで。ゼロって、もう、アップロードだけして誰も使わない生成曲ってパターンがほとんどなんでしょうね。はい、今回の構造は、表ではデータで線を引いただけ。裏では AI スパム作品を静かに間引く。ということが予測できちゃいますよね。これで Amazon は AI かどうか判定しますと表明しなくても、数字のロジックだけで振るい落とせるから、荒れにくいし賢いやり方ですね。さて、問題は、サウンドオン経由だと Amazon に残すには裏付け資料を出せっていう、一手間がユーザーに降りかかるって点。これ、下手すると AI 生成ですか？手動ですか？って裏口面談みたいな確認が始まる予兆かもしれません。Amazon は昔から取引先に対して商標を出させる体質と有名です。Amazon は外部からの申請書類で保証させるのが好きなんですね。つまり本当に再生されたんですか？ボットじゃないですよねを確認するために再生データのキャプチャや契約情報の提出を義務付けてくる流れでしょう。Amazon らしい話でございます。現状のサウンドオンの通知文から推測すると、ストリーミングデータの裏付け資料、具体的には再生数の画面キャプチャやアナリティクスレポート、もしくは配信継続の意向を示す書面プラス再生実績の証明くらいは最低限求められるかもしれません。Amazon らしく、そのうち著作権登録証明や作曲者確認書類まで要求される可能性もあるのではないでしょうか。ところで、皆さんは Amazon では再生されてますか？私は配信120曲のうち40曲は再生され、80曲はゼロです。あはははは。Amazon Music はストリーミングというよりデータベース型の販売サイトっぽい雰囲気が強いし、プロモーションできないと難しいですよね。再生傾向を知ってる人ならわかると思いますが、サウンドオン経由の Amazon 配信って全体的にかなり渋いんですよね。Spotify とか Apple に比べたらほぼ動かないってのが定番。今回のルールは AI 生成曲を直接指定して排除するんじゃなくて、手続きを踏める人だけを残すフィルターでしょう。まあ、もともと難しい DSP ですので切り捨てても良いかもしれませんね。はい、まとめましょう。Amazon はガチで書類要求してくる方向性、ほぼ確定的です。サウンドオン経由ユーザーにとっては、残したい曲は面倒な申請証明提出の一手間が必須になると思って OK。それをやらない大多数の曲は、静かに削除されて消えていく流れ。はい、そんなわけで、ついに沈黙の Amazon が動いたかって感じで読み解いてみましたが、いかがでしたでしょう。膨大な管理コストも関係してるのかも。初心者ユーザーやニッチな曲にも厳しい基準だなと。ゼロのトラックをどうやって救済するかって話も今後重要になるでしょうか。今後、サウンドオンに突き詰められる各 DSP の動きが盛んになってくるのでしょうか。そんな分析の情報をお届けするテーマになってきていますが、今回はここまで。いつも視聴いただいている方々、誠にありがとうございます。それでは、また。